はい、こんにちは。金子でございます。ということで、第何回目かのノーカットお魚さばきコーナー。もう何回目かとか忘れたよね。めちゃくちゃ久しぶりのノーカットコーナー。正確にはカットはするんで、ノーカットではないんですけども、1匹丸ごとの魚を3枚におろすところを、できる限り編集せずに、よりゆっくりと視聴者の方に見ていただこうという企画でございます。で、今日の魚がやばいっす。ここにあるんですけど、コクハンアラっていう名前の魚です。南の方の魚でめちゃくちゃ高級魚です。で、これ魚屋さんから買って送ってもらったんですけど、僕ね、5キロぐらいだと思ってたんです。そしたら20キロのやつが来ました。で、氷とか全部含めたら30キロ近いんですよね。ここの撮影部屋2階なんですけど、もう運ぶだけで一苦労。マジで家具と一緒ですからね。今からこれをさばいていきたいと思います。さあ、やるぞ。で、このコクハンアラはすごく牙が鋭いので軍手します。このサイズの牙はやばいんでね、いきます。これですよ。よいしょ。重てえ。でっけえ。ほら。さてさて、じゃあこちらを3枚におろしていきますね。まずはみんな大好き、すき引きですね。もうね、ちょっと息が上がっちゃいますね。すき引きはしやすいですね、やっぱこのタイプは。結構鱗は細かいです。これ鱗かきで取ろうとすると大変ですね。最近すき引きばっかやってる気がする。なんかね、こういう魚って結局すき引きが楽だなーっていうのを気づきました。ちっちゃい魚とかは鱗かきでガガガって取った方がいいんですけど、このぐらい大きいやつはね、すき引きが楽。まな板も汚れないし、鱗かいちゃうと飛び散っちゃうんだよね。なのでこのすき引きの技術は身につけとくといいかもしんない。もし魚系で YouTube やる人は。で、コツとしてはもう柳包丁、この長いやつを使うことですね。柳包丁で全体を使うこと。で、思い切ることですね。これ別に身までいっちゃってもいいんですよ。このすき引きして商品として販売する場合は気をつけてやんないとダメですけども、自分で食べる分は大丈夫です。思い切ってやっちゃいましょう。やばい、腕がパンパンだ。背中側が取れました。そしたらお腹側いきますね。今のところパーフェクトです。一回も見に行ってないですね。あ、見に行っちゃった。見に行っちまった。くそ。はい、こちら側、綺麗に鱗が取れましたら、反転させます。よいしょ。反転させるのも一苦労。せーの。よいしょ。よいしょ。よし、オッケー。で、いきます。よし、ある程度取れました。
腕パンパンです。そしたら頭を落としていきます。このサイズの出刃でいきます。刃渡り25センチぐらいですか。これで落ちるかな。出刃で落ちそうになかったらこちらノコギリでいきます。この顔ですよ。この牙見てください。これ小型のワニぐらい鋭いですからね。危な。これもちょっと触っただけでめちゃくちゃ痛いですからね。これでいろんな魚を捕食するんですよ。ではいきますね。やけにお腹が膨らんでるんですよね。なんか入ってるのかな。浮き袋だと思うんですけどね。ほら、浮き袋ですね。よっ、よいしょ。よし、とりあえずここまで反転させます。よいしょ。反転かまして、よし。で、こっち側。よし。問題はここです。ここに背骨があるんで、この背骨さえ断ち切っちゃえばこっちのもんなんですよ。言います。関節探して、あった、関節あった。入った。きた。案外簡単に関節見つけれました。落ちた。よしよし、これでもいけた。こちら頭ですね。大きいな。そしたらお腹を裂いていきます。よっと。油ありますね。これ内臓脂肪です。さすが高級魚。肝臓、内臓脂肪、これ胃袋ですね。胃袋空っぽですね。で胃袋もかなり分厚いです。なんか匂うな。でもなんかね、ガスっぽい匂いがします。お腹にガスが溜まってたのかな。そしたらいよいよ3枚におろしていきます。いや、巨大魚の3枚おろし、この瞬間はね、いつまで経ってもワクワクしますね。油よし。ここ見えますかね。これ油です。こう油持つ魚ってこのお腹の方のこの肛門の後ろ、ここに油持つんですよ。取ってみましょうか。これ、ね、牛脂みたいな油がね乗るんですよ。これです。これ油です。すごいいい魚。反転させて、この頭取った状態でも12、3キロはあると思いますからね。しかも内臓も抜いてですよ。でも内臓は思ったよりいろんなもん入ってなかったですね。よっと。すごい。包丁ギトギトになりますね、これ。はい、ここまでいきました。そしたら腹骨をよいしょ断ち切っていきます。断ち切れねえ。腹骨硬え。裏からいこう。おろせました。上手にいけましたね。はい、こちら片身ですね。もうここまで来たらこっちのもんよ。もうほら片手で持ち上げれるぐらいの重さになりましたからね。ほら包丁も油でギトギトだ。この出刃も数々の巨大魚をさばいてきてかなり刃こぼれしてますんでね、これ直そうと思うと1日研いでなきゃダメなんで、研ぎ屋さん出した方がいいな。軽く研ぐぐらいだったら自分でしてるんですけど、もうこんだけ刃こぼれちゃうともう業務用のグラインダーとかないと無理なんですよね。この段階で腹骨を断ち切っとくか。よし。んで反転させまして背中を決めます。ちょっと背中側鱗残ってますね。
よいしょ。綺麗な見たこと。硬っ。ここがめちゃくちゃ硬いな。よし、いった。せーの、よいしょ。はい、骨だけになりました。いやー、大変だったな。そしたら刺身状に切っていきましょう。まずは腹骨すいていきますね。すっげえ。なんかね、豚肉のブロックを切ってるみたい。すごい弾力だ。硬そうですね、身がちょっと。結構薄く刺身に切らないと噛み切れないかもしんねえな。そしたら血合い骨外していきます。こうですね。ちなみにこちらのコクハラ1匹仕入れで8万円です。送料だけで4600円です。でも今この時期に荷物を運んでくださる宅配業者さん、本当に感謝です。ありがとうございます。すいません、こんな重たいもの運ばしてしまって申し訳ないです。それを考えたら送料なんて安いもんですよ。はい、では皮引いていきます。どうしような、お腹の方食べようかな。こっちで切り身に切っていきましょう。こっちお刺身に引いていきますね。よいしょ。うわ、引きやすい。油あるな。ほい、油ある。ほら、テカテカですね。そしたらこっちは切り身に切っていきましょうか。僕は尻尾の方から切ります。尻尾の方から斜めにこう切っていきます。こういう形。ちょっとあれだな、鱗がついてますんで、これ取っちゃいましょうか。よし、OK。鱗外した。で、斜めに入れて立てる。斜めに入れて立てる。で、これすげえ切り身取れるわ。これだいたい1切れ 120g ぐらいで切ってますけど、何切れだ ?20 切れ以上取れるんじゃねえかこれ。で、この分厚くなっていくにつれて包丁を立てます。で、厚さも調節していきます、ここで。こういう感じですね。めちゃめちゃ分厚い。今一番分厚いところに差し掛かってます、ここ。なので、幅は1センチぐらいで OK です。最初に切った幅と比べてみると、最初に切った方。で、今、倍近く違いますよね。でも重さはそんなに変わりません。尻尾の方はどうしても厚みがないので、幅を大きくして切っていきます。逆に今切ってるところは、身がとても分厚いので、この厚さを薄くして、調節していきます。あんまり小さく切りすぎても、なんかおかずとしてちょっと物足りないなーって感じなんですよ。なので、おかずとして成立するぐらい、だいたい 120g ぐらいですね。それを目安に切っていきます。はい、こんな感じ。2、4、6、8と、2、4、6、8と、ちょうど20切れ。いった通りでした。はい、これで切り身の完成。あとは煮るなり焼くなり好きにできます。よし、お楽しみ。お刺身いくよ。真ん中の美味しいところ、ここ贅沢にいっちゃいます。さばいた人しかできない食べ方です。こういうことか。こう切って、で、この大トロのところも食べたいですよね。ここです。うわ、贅沢。これ、トロ。ここは薄く切りましょう。柔らかいな。
もっと硬いと思ったら、すごい柔らかい。ほら。スーッと包丁入ってきます。スーッと。とっても薄く切れますね。これは期待できるな。ちょっと、コロッと切ろうか。こっちは。こういう感じでいただいてみよう。醤油かけて。汚ね食い方と思うでしょう。でもね、この食べ方が一番美味しいんですよ。じゃあまずこの大きい切り身からいただきます。いただきます。うまっ、この魚。身は柔らかいんですけど、皮目のところは弾力があります。で、油すごい乗ってますね。でもくどくない。僕がよく使う言葉。油乗ってるけどくどくない。養殖の白身のあの油の質じゃないんですよね。天然物のこの自然界でいろんなものを食べて、いいものを食べて育って、ポンポンに膨れ上がった肥満体型の油の質なんですよ。うまい。ちょっと大トロいただきます。大トロいただきます。うまっ。噛めば噛むほど油がピュッピュッって出てきますね。最後この薄く切った方いただきます。薄く切った方か厚く切った方どっちがうまいか。薄切りの方がいいな。ノーカットお魚さばきコーナーじゃなかったら絶対漬け茶漬けやってた魚ですこれ。はい、というわけで今日はとっても大きな20キロの国半アラさばいて食べてみました。最近大きな魚が続いておりますね。外に出て運動できないんで、こういう大きな魚さばくっていうのは運動になって気持ちいいです。カロリー消費してもここでカロリー取っちゃってるんですけどね。なんで今日はビールをなしでいきます。というわけで第何回目かのノーカットお魚コーナーでした。というわけでご視聴ありがとうございました。